いいよ。ワンタン。替え玉。替え玉、肩お願いします。替え玉、赤玉でお願いします。うまい。単純に一番の特徴は臭い。昔の博多ラーメンの匂い。僕がやっぱ再現したくて。今3杯目です。美味しいです。スープはあっさりの中にコクありみたいな。もう出尽くした骨とまだ出るやつとかこう選んだりして、うちはずっと継ぎ足しですけど、一回抜くお店とかあるんですよね。郊外でそういうしたんですね。これがですね、もう何回も折れたんでですね、これを使うようになりました。最初ちゃんとこれ用の棒を使ってたんですけど、やっぱ毎日やっても2回も3回も折れちゃったんで、もう結局これがやりやすいですよね。今まで見てたラーメン屋さんの中で一番ぽいです。ここが頭を入れてるんですよ。でここがげんこつと丸骨を入れるんですけど、ここでしっかり炊いたやつをこっちに移して丸骨と合わせて、で最終的にこの営業用のスープに
3日に1回ぐらい首骨をもうこれはもう頭の部分はもう使い切ったらもう捨てちゃうんですけど、半分隠してあるんですけど。やっぱ丸骨と頭とやっぱ匂いがまた違いますね。蓋開けた瞬間とかがすごく分かりますね、匂いの違いが。熟成させるタイプなんで、その菌を発酵させるというか、お客様から見るとなんか汚いと思われるかもしれないけど、ここはもうあえてもわざと残してるんですよ。うちがこの売りにしてる臭さっていうのはやっぱこういうとこから出てきたりとかもするんですよ。入れた時は6分タイマーとけとって創業店とかはこのヘラのやつ使って、これも3本ぐらい折れちゃった。どんどんすり減ってくるけどですね、もう最終的にはこの角材これやっぱ骨を崩さないことによって何かメリットというか、そういう味がこうなるとか。そうですね。さらっとしたスープが作りたいけん、あまり骨を崩さずにですね、やってるんですよ。結構人口も増えて人気あるけん上がってくるかもしれないです。お世話になります。単純に一番の特徴は臭い。臭いって言っても久留米とかそっちの匂いとかじゃなく、昔の博多ラーメンの匂いっていうのを僕がやっぱ再現したくて、大胆に作ってるように見えて繊細に結構いじってるんですよね。臭くする過程っていうところがあって、それをこうしっかり計算しながらやってる。だから臭いラーメンが好きな人に食べてほしい。匂いだけじゃなくて、もちろん味が濃度が高くなくてさらっとしてる。で油が上にクッと入ってるから、女性でも「あらこれ食べやすい」って結構おっしゃられます。隊長、声でかいっすね。あ、ごめんなさい、迫力がうまいこと調整してください。今日来てくれたんだろうけど、夜の9時の時点でもう予約とかがなければもうさっと片付けで閉めて帰ってくるんですけど、昨日そのさっき言った中これは何ですか？これは
か行けなかったんで。おはようございます。今日 YouTube 撮影で、今日お客様来んかもしれない。どうしようか。狛江といえばワンタン麺っていうぐらい人気で、よく出てるのはワンタン麺と、この半焼き飯のセット、大体組み合わせ的にめちゃくちゃ多いです。もともとですね、この1000円の替え玉し放題、この値上がりする前はご飯までセルフで食べ放題にしてたんですよ。でもご飯はちょっともう崩しましたけど、ラーメンと替え玉何回でもっていうので1000円で未だにやってます。平均でやっぱ5玉ぐらい。平均で5玉。はい、よく食べる方は7玉、毎回 7玉食べられるリピートの方もおられます。お願いします。最高杯数、はい。オープンの時で181やったかな。81杯。うん、200いかないったですね。181やったと思う。健坊ちゃんが夜中来てくれて、いらっしゃい。いらっしゃい。どうぞ。こちらですね、昼と夜で出してるのと違って、今の時間は狛江の代表作の発酵豚骨ってこっちの分になります。ワンタン入れますよっ。はい焼き飯です。よう
行きますよ。はい、お待ちです。どうぞ。はい、どうぞ。この後に普通の時で半焼き飯がいくね。はい。一杯ずつで。お願いします。はい、そば入れますね。はい、どうぞ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 。これまでいきますよ。これまでしてまたいくだけだ。お。ランチはですね。はい。今の時間はまだ大丈夫ですか。子供半焼き飯いきます。おい。お待ちです。ダブルワンタン。いいですか。話しますよ。ランチはですね、替え玉し放題だから丼の色を分けてあるんですよ。ランチのお客様。はい。はい、おこち。はい、やってどうぞ。うまい。味わかる。よかった。このお味が他のお店にないからない上になぜか癖になる。普通の豚骨ラーメンも好きなんですけど、また世界は違うんで、またこの高菜とこのスープが合うんですよ。やめられないんですよ。いらっしゃい。はい。
3番さんラーメン半焼き麺入りますラーメンいきますよはい、はい、焼き飯です。はいどうもいい多め。はいどうも肩をお願いします肩でやよで次は入れますよあ、サーモンも喜ぶ。ようどうぞ肩ですはい、ありがとうございます。あ、行くやろ、行くやろ。 3杯目ですよ。どうですかお味は。あ、美味しいですよ。ああ、替え玉しないと食べた気にならないからですね。レグラーやったらじゃあまず替え玉温玉でお願いしますよう肩をはいどうぞありがとうございますピリッとした感じが爽やかな麺ですね。結構ピリピリ辛いんですよラーメンやったら美味しさが多分半減するけどこれちょっと固めにわざと揚げてるんですっていう説明をしてますでまあ肩から普通ぐらいがおすすめありがとうございますはいちょうどいただきますありがとうございますありがとうございますいただきますさあここからやる動きが出るかいでもね忙しい時ってもうすでに満席なんやねなんかほんと日が悪いもんねいらっしゃい
はい、おやセルフになってますんで、ワンタン麺と半焼き飯。はい、ありがとうございます。味玉ラーメンに味玉、はい、半焼き飯。半焼き飯。はい。奥の方空いてます。待ってください。こうバカって持ってね、玉出すよ。半焼き飯です。はい、お待ちどうぞ。じゃあどっちも肩でいきます。よ。半焼き飯です。ようはどスタッフの中ですね。あれスタッフね。4000円の開始。はい。味玉ラーメン。美味しいですよ。今日初めてです。ワンタンワンタンラーメン。ワンタン肉感があっていいですね。美味しいですよ。ラーメンと合います。合います合います。じゃあどっちも肩でいきますよ。丼が大きいです。はい、ワンタン20いきますよ。はい、気をつけて戻してくださいね。こっちで出しましょうね。はい、どうぞ。水はこちらセルフになってますんで、お願いします。お待たせしました。はい、お願いします。もらいます。はい。一つずつですね。はい。
ワンタン麺です。ありがとうございます。美味しいです。スープはあっさりの中にコクありみたいな。駒屋さん結構やっぱ有名で名前聞いたことあるので、仕事の合間にね。はい、すみません、替え玉ください。はい。お兄さん感想ってめちゃくちゃ美味しいです。大丈夫です。ありがとう。はい。頭入れときますね。今3杯目です。結構お腹いっぱいです。飽きたりそうだなってるんですけど、全然飽きないです。美味しいです。終わります。ございました。で当然麺線が崩れんように一定方向に回します。ちょっと煽りながらダマにならんように。である程度グルテンが形成されるともうホタテとってもまっすぐなります。もう叩かない、じっと置いとくだけ。叩くとよれるんで麺を変えてる状態。こうすると麺に変なストレスがかからんでちゃんと湯切りもできてる。叩くってことは浮いてるってことでしょ。まあ空気入っちゃうから温度が下がる。温度を下げたくないんですよ。それ準備もらいます。オッケー。ご保証の時でお願いします。麺とはい。はい、お待たせしました。みどりしょう。何が。ワンタン麺はこちらに行きましょうか。一番右で。はい。どうぞ。はい、すみません、お待たせしました。入れますね。はい。赤いキャップのボトルがカレーです。はい、どうも入れますよ。いいぞ。はい。替え玉入れますね。どうぞ。どうぞ。はい、いっぱいですね。
うちは発酵を使ってる。あれ剥がしちゃダメなんですよ。であれを別にこさえて中に入れようわけはないし、豚骨を入れてアク抜きをせんで炊けば匂いが出るとか、そんな簡単な話じゃないですよ。出ないですよこの匂い、炊くだけじゃ。うちが木を使ってるでしょ。木にやっぱその住み着かせる。でこういう例えばその壁紙だったり、こういうすだれのこういうとこだったりにやっぱこう常在菌が付着して、でそれが舞って中に入って増殖していくっていう過程を踏んでるはずなんですよ。でその菌まで一応グループは特定できてる。昔のラーメン、こういう匂いがするラーメンも多分そういう菌を使ってたというか勝手に発生してた。それを僕の場合は衛生的に管理しながらやっていこうっていうのがコンセプトなんですよね。うん。中華そばも食べたいんですけど。ぜひ予約して。あれ6時以降やったですよね。全然もう前段階から。このためパリッ。新味ラーメンも食べたいんですよ。あ、ここまで入れたよ。はい、どうぞ。焼き飯って感じするよね。ありがとうございます。カードとかお持ちじゃないですか。自分で情報を拾いに行った人にだけ食べてほしい。なんせ500円だから。夜泣き中華そばって言って、18時からしか出さんちゃけど、それはもう1日限定10杯を電話予約のみで受けてます。予約をしないと。食べれない。じゃあお願いします。はい。材料は昆布、いりこ、スルメ、しいたけ、この4つを使ってます。でそれ以外はもう全部シークレットで、スタンダードなイメージでしょ。食べると分かる。で麺は卵縮れ麺になります。麺に傷がつくの嫌だから。チャーシューのってネギがちょっと乗ります。メンマがほんとちょっとで、かまぼこが乗ります。これで終わりです。はい、お待たせしました。夜泣き中華そば。
川さん2時だよね。48です。じゃあ38くらいまではフラフラしてた。美味しいものは大好き。でもその中でもやっぱラーメンとか麺類がとにかくやっぱ好き。こういうことをしていきたいとか、自分の中で決めてるのは55で引退します。それだけはもう決めてます。引退して何をするかっていうと、山奥にラーメンラボみたいなの作って、でそこでお客様と話しながらその人用のカスタマイズされたラーメンを一緒に作るっていう寺小屋みたいな感じでやりたい。運営資金ですよね。やっぱ各店で稼いでいっとかんと僕がそういう遊びができない。だから遊びの中で生まれてくるものって僕めちゃくちゃいいものだと思ってて、そういうことをやりたいから今各店の売り上げをやっぱちゃんと作っていかないといけない。こだわりがすごいなと思って、研究のその。そうですね。まあでも寝ても覚めてもラーメンのことばっかり考えとるわけじゃないし、まあ、いろんな遊びの部分の要素はやっぱこう取り入れていったりはしてますよね。とっても美味しかったです。ありがとうございます。食べる、うつぶさん。中華そば。食べる。ちゃう。ちゃうか。どうぞ。ちょっと一回これいただきます。どうぞ。もううまいやん。一口目でうまいとって。一口目で。メンバーズバズバズバズ。馬場さんもね、まかないつけて食べて、そのうちの味に慣れていかんとね。一緒にやってくれや。確かに。お待たせしました。どうぞ。普通のうどんと違ってこう香りがあるんですごい美味しいですね。めっちゃうまい。お待たせしました。どうぞ。
ろ肉を、炊いてるんですけど、これを小分けにしてもう一回冷凍するんですよ。一回冷凍しないと肉がもっと柔らかくならないんですよね。で小分けの分を解凍してる感じです。今日の分ですね。お兄ちゃん。国産黒毛和牛です。香川県のお店に入って修行したんですけど、帰ってきて店を開けるときにどこどこで修行したっていうこのバックグラウンドみたいなのが何もないので、始めるとき不安だったんで、今後製麺学んで開業する方が復興製麺組合っていうのに加入すればバックアップしてあげれるのかなと思って始めたんですけど、多い時は10店舗ぐらいあったんですけど、丸2日ぐらい熟成させたやつです。子供のように可愛い。これ冷蔵庫じゃなくて熟成庫なんですよ。19度とか20度とかに設定して温度と湿度を管理して。国産のよもぎを練り込んで作ってます。食べた時に鼻にふっとよもぎの香りが抜けるくらいに調節して。
このエッジが立ってるのが大事なんですよね。切った時の断面がひし形になるような、麺がギュッと強い証拠です。で味的に言えばへこんだ部分につゆが乗ってよくつゆがついてくるんですよね。福宝地区のうどんの出汁って昆布が多いんですよ。昆布ばっかりではなくて、ちょっと香川の煮干しとかソーダガツオとか伊吹島のいりこを入れたりとかして、向こうっぽくもありこっちっぽくもあり、ハイブリッドな感じにしてます。お腹へこめちゃう、腫れるから。おはようございます。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。どうぞ。こちらでお手が洗ったら取りに来てください。肉ごぼう2です。
お待たせしました。どうぞ。お好みで生姜を入れて食べてください。お待たせしました。普通のうどんと違ってこう香りがあるんですごい美味しいですね。はい、お腹空いたら頭よぎりますね。ごちそうさまです。はい。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。これで生姜うどんに入れて食べてください。お待たせしました。ありがとうございました。今47です。もともと車関係です。毎日家に帰ってずっとご飯作ってたんですよ。だんだんハマっていってレシピ見たら大体できるんですよね。でもうどん打ったらなんかボソボソの短いのしかできなくて、これ全然店なんてするつもりもなく習いに行ったんですけど、向こうはその日本中からやっぱ若い子たちがうどんの勉強しに来てるんですよね。めちゃくちゃみんな情熱持って、僕は地元に帰ったらうどん屋するとかそういう話をずっと聞いてたら、俺もちょっと帰ってしてみようかなと思って、で帰ってきて店テナント探すところからがもう始まりですね、うどん屋の。すいません。ごぼう1唐揚げ1です。おらんかった。ありがとう。すいません。いらっしゃいませ。うどん半玉。はいどうぞ。よいしょ。お待たせしました。お待たせしました。お好みで生姜を入れて食べてください。よもぎ麺ごぼ天、それと唐揚げですね。これは揚げたてなんですよね。普通揚げたてないじゃないですか。よもぎ麺ね、これ食べたら普通のうどんが食べれないですね。めっちゃうまい。牛すじ丼ですね。美味しいです。柔らかいお肉とその天かすのカリッと感が癖になる。ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらで音が鳴ったら取りに来てください。ありがとうございます。
昨日も焼かれたんだよ。お待たせしました。ありがとうございます。発見中です。はい、ありがとうございます。肉うどん、から揚げは1玉。ありがとうございます。お昼にうどんを食べに行こうということで、これ目的です。はい、美味しいです。はい、唐揚げ大好物なので。お待たせしました。どうぞ。親父とお兄ちゃん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ場所があったら取りに来てください。お待たせしました。どうぞ。お好みで生姜を入れて食べてください。お待たせしました。どうぞ。手なんで。はい。お待たせしました。どうぞ。はい。うまい。いつも通り。これはよもぎの丸天、熱々揚げたてなんで、まあよもぎが独特なんでやっぱ
よもぎ食べたくなったらここですね。発見中です。ありがとうございます。こちら音が鳴ったら取りに来てください。これをあんまりせん方がいいっちゅう派と、僕はもう割とする方なんですけど、お待たせしました。どうぞ、よもぎ牛すじ肉ごぼう天うどんです。お好みで途中で生姜を入れて食べてください。点数稼ぎ。気持ちいいです。何盛り一つください。はい。どうぞ。子供向けにはせず、バチバチに辛くしてます。はい。こちらですね。おはようございます。よろしくお願いします。もうやる気満々じゃないですか。もう。ダメだ、やばい。顔が決めポーズしてしまう、どうしても。これは、秘密のタレです。秘密のタレ。香川県夢しずく、今ちょうど新米の季節でございます。
水道水を上から注いだらここのフィルターでろ過されて、で水素発生の石が入っているので、この時に水素が発生して二升炊き。これすごかな。丸7年ぐらいになりますね、今月で。7年前は唐揚げ屋さんの直前まではバーベキュー屋さんやってました。オランダ村立ち上げの時のバーベキュー屋さん、もう300何人ぐらい食べれるとこで、旦那さん社長はもうね十何年ぐらいの知り合いやったけど、スタッフで入らんかみたいな。でレジだけだったらいいよって言って入って、オランダ村がもう傾き始めてみたいな。でお客さんも来なくなって、みんな一緒にいた10人ぐらいのスタッフがもうやめますとか言って言い始めてみたいな話になって、で急に2人経営になったんですよ。そのめっちゃ規模でかいとこで。で炭も自分たちで起こすタイプやったけんがもうブオーって起こしながら、そういうイベントを乗り越えてきっかけをくれた人がいて、レモン唐揚げってあるんだよみたいな、佐世保名物で売り出さないかいみたいな、そのバーベキュー屋さんの一品として唐揚げが出してたんですよね。そこからもうバーベキュー屋さんやめようってなって、その唐揚げ屋さんをしようってなったの。何食だろう、1000は超えるんじゃないかな。1500、1500？忙しかったらですね、忙しかったらイベントとか、何これ珍百景とか出た次の日は死ぬかと思いましたね、本当に。 BGM つきます？世界が終わるまではダメだ、もう一回行こうか。カレーですよね。なんか週に3回ぐらいカレー作らんばけんが、スタッフに玉ねぎ炒めて冷凍してもらってます。あれよく出るんですよ。辛口です。白竹神社で毎年その大晦日31、123まで旦那さんが出店してます。今年はキッチンカーで行くけど。唐揚げ屋さんをするんですそうですそうです。参拝客の人とかに唐揚げ屋さんとかたこ焼き屋さん来たりとかいろいろ集まって。これふるさと納税とか全国へ送る用のボックスです。瞬間冷凍した唐揚げを詰めて。結構頼まれたりされます？多いですよ。今シーズンやけん結構お歳暮。それでもみんな休み今日ない。
後で洗っておいて大丈夫です。夜の人間なんですよ夜回せれば長いですけど14、15年ぐらいにバーベキューテラスをしてたんですよね。唐揚げはその前バーベキューテラスしてる時の1メニューなんですよね。でそのレモン唐揚げっていうのをみんなで広げようっていうふうに何店舗かでしたんですけど、そこがもういやもういいよどんどんやってってなってじゃあ行きますねっていうことでうちはもうメインでするようになったんですよね。レモン唐揚げが、佐世保の名物になるんですか？レモンステーキのが佐世保の名物なんですよ。そのレモンステーキのタレを使った唐揚げなんですよね。それに漬け込んだ唐揚げです。レモン唐揚げ発祥です発祥の地になりました朝と夕方のお得パックでミニパックでサービス品出したりするんで、それ用を作ってます。甘酢唐揚げで出します。でこれですね、お得パックになります。昼とか夕方に。今日は甘酢唐揚げになりますね。1000円ぐらい持ってくるの？あ、持ってきます。あ、そっちか。お得パックになります。これ砂ずりをあげます。人気ナンバー3ぐらい。こっちや。あ、どうぞどうぞ。美味しいから味見よう。これ絶対注意せんなと。ただ本人が鬼盛りって頼んだのってなるかも。鬼盛りと大盛りはお客さんその大盛りって言った実はレモンステーキのタレつけてあって、なんで結構ずりも
お茶でもいい。大切に。さん、それタレ入れますか？一番多い時で150キロぐらい。このペースで切らんと1日で終わらんとね。有田鶏って言って有田の銘柄鶏なんですけど、ちょっと肉がプリプリってしてるんですよね。柔らかいっていうのもあるし、相性がいいかなと思って高いんですけど、美味しいのがいいですよね。安心で美味しいのが。でございます。チキン南蛮弁当の鬼盛りですね。はい、かしこまりました。南蛮弁当の鬼一です。あと5分してもうちょっとしたらよいしょ。ミートボール。はい。ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。できてます。お弁当お待たせしました。お待たせしました。どうもありがとうございます。今日何注文されたんですか？チキン南蛮弁当とチキン南蛮弁当の鬼盛り、仕事の仲間に買ってきてって言われて買いに来ました。今日は甘酢唐揚げを食べます。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。どうも。お店よく来ます。月に何回も来ます。レモンダレが効いてて、普通の唐揚げと比べると食べやすいっていうか、味もすごくしっかりついてるので、有田の鶏を使われてるんで、鶏肉自体がとても美味しいです。結構僕のおすすめは唐揚げカレーです。唐揚げカレーですか？ありがとうございます。どうも。
今日3つ違うか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またお時間いただきますね。先にお会計失礼いたします。唐揚げカレーお待たせしました。はい、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。唐揚げ弁当がお一つ、南蛮弁当お一つ。お待たせいたしました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お越しくださいませ。ありがとうございます。結構人気なんですよ、唐揚げカレーと。子供向けにはせず、バチバチに辛くして。なんか私が好きな味、甘くて辛いみたいな。食べたらハマっちゃいますよ。まあ玉ねぎはいっぱい入ってますね。あと肉とかも。唐揚げカレー。何盛り一つください。はい、出ました。よかったです。鬼弁当よりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。お客様です。はーい。いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。もともとは造船とか建設建築、あと車屋さんとかやってたんですよ。本当に異業種異業種というか。そうそうそう。だけど初めクラブとかした時はそう言われましたね。DJ したりしたんで。2回目来てくれた時見た方が嬉しいかな。初めて来てくれる時よりもまた来たとか言われたらそれはそれでそっちの方が嬉しいな。飲食はやめられないんじゃないでしょうか。目の前でお客さんの喜ぶ顔を見たさにもう大盛りも作った方がいいよねってなったけど、大盛りするぐらいならもう鬼盛りでいいやんってなって、もともと多いけんうちの弁当が鬼盛りだけでいいやろって言って鬼盛り作って、大盛りできたのは本当1年ぐらい前ですよ。それまではもう鬼盛りと普通のしかない状態。大盛りだけじゃご飯だけなんでやっぱり寂しいじゃないですか。自分たちも唐揚げを食べてもらいたいんで。じゃあそれでありがとうございます。先に唐揚げ弁当でお待ちのお客様お待たせいたしました。ありがとうございました。お弁当の大盛りで850円になります。ご飯多いです。お弁当ご飯多めですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。これ何ご飯ですか？お昼ご飯。朝昼味見っす。兼用味見。奥さんは飲食経験あったんですか？ないですね。急に店長ですよ。もう次の日店長。もともと私美容師ですけど職業。そう3杯目じゃない？それ大丈夫？チャポチャポなるよ。なんか2種類ある。神盛り弁当、閻魔弁どっちが上なんですか？当。閻魔弁当がそれは裏メニュー。裏メニュー。本店のみ。閻魔弁閻魔弁当は唐揚げが15個以上入ってる。こんにちは。
はい、お待たせいたしました。鬼盛り南蛮お惣菜です。どうもありがとうございます。旦那がいっぱい食べるので美味しいです。美味しいです。なんかあんまり食べない味だから普通の唐揚げじゃないけん。レモン唐揚げの弁当に。はい。普通盛りでよろしいですか。大盛りください。大盛りで。鬼盛りもありますけど。大盛りって何ですか。大盛りと鬼盛りご飯の量一緒なんですよ。あとプラス50円唐揚げ2個ついてくるんでお得です。もうそこまでいったら上の方が。はい。鬼唐揚げ弁当ですね。どうもありがとうございます。目の前に進めましょうか。歌ってる。時間にする。あれを今から。粉が考えてブレンド、特殊なブレンドしてて柔らかいけどガリガリ感はないですね。ガリガリな感じじゃない。ザクザクでもなくサクサクかな。どっちかというと。はいよ。どうぞ。これは花子さんとあと姉さんどうしましょう。
レモン唐揚げ弁当の閻魔盛りです。税込み2500円です。鬼盛りの上に神盛り弁当で一応来るんですけど、で神盛りを食べた人がまだ上はないんですかみたいな、なんやてみたいな悪ノリになってきて、ちょっと悪ノリなんで閻魔の方かなと思って、もう閻魔盛りですね。ありがとうございます。ご少々お待ちくださいませ。もっともっとすぐ買いに行けるようにみんなの元にどんどん作っていきたいですね。唐揚げを渡せる、みんな笑顔になれる店を作ろうと思います。嫁が描いた似顔絵的な DJ です。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またね。